これもう真剣なんですね。はい。で、模造刀と違って触れると切れて怪我しますので、上は絶対触らないようにしてください。芯に刺さってないやつ切ります。こんにちは、空手家国です。本日も大阪の日本橋にある師団体剣道場の東進で、令和の剣豪町井勲先生とお届けします。本日はよろしくお願いします。前回の、動画の最後になるんですけども、次よかったら真剣でちょっと試しに切ってみませんかっていうちょっとお話をいただいて、ちょっともうせっかくだから一本切ってみますか。はい、やってみましょう。今と全く同じ振り方です。ちょっともうすでに緊張モードなんですけれども、今日は、その切りちょっと体験させていただけるということで、実際今から体験したいと思うんですが、前回の動画の最後にもちょっと言われてたんですけど、その師団体験を、指導するようになったきっかけとかもあったみたいなので、はい、よかったらちょっと広く知ってもらうためにオープニングの方がいいかなと思いますので、ぜひちょっと。わかりました。はい、でございます。今までは自分の流派の門弟さんにしか師団の手ほどきをしなかったんです。で、いろんな流派の生徒さんからも切り方を教えてくださいって、問い合わせたくさんあったんですけど、ずっと断ってきたんですね。ただその刀っていうのは本来竹とか畳表を真っ二つに切るっていう使い方は邪道な使い方で、正しい使い方ではないんですが、今もう広く世界的に日本刀って切るための刃物だっていうふうな認知がされてしまっています関係で、ちゃんとした修行をせずに興味本位で刀で物切ってしまう方が多々現れまして、そういう方たちから、刀を一振りでも守りたいなと。間違った使い方して曲げられたり刃こぼれさせたりとかから守りたいなということで重い腰を上げまして、はい、流派問わず、ここ東進大阪に来ていただければ、刀を傷めない刀の使い方っていうのを、お教えするようになりました。はい、ですのでなんかちょっと切ってみたいなって思われる方はもう本当に、一瞬待っていただいて、まずはここを訪ねていただいて、刀傷めない使い方を学んでから切る練習を、楽しんでいただいたらいいんじゃないかなと思います。お待ちしてます。はい、ぜひ訪ねてください。要はあれですよね、正しい切り方じゃない形で日本刀を使ってしまうと、その日本刀自体がもうダメになってしまうんで、もしちゃんとした日本刀を持っててそれで師団してみたいっていうんであれば、まずはちょっと一回ここに来て刀傷めない使い方を知っていただきたいってことですね。そうですね。はい。ぜひちょっともう手元に日本刀があってやってみたいなっていう方は、なんならその日本刀を持ってここに来たら教えてください。ぜひぜひちょっと体験してみてください。じゃあ、よろしくお願いします。はい。模造刀に比べて重たいです。で、これもう真剣なんです。はい。で、模造刀と違って鋼ですので、触ると錆びますし、触れると切れて怪我しますので、上は絶対触らないようにしてください。で、刀の受け渡しは刃がついてない方を相手に向けて渡すと。で、受け取ったら受け取りました。で、離す時は離しますと。でないと、ちゃんと受け取ってないところで離してしまうと、この事故が起きますので。では、はい。はい、お願いします。ずっしりします。はい。で、前回紙切りした時に力全く使わずに、肘も手首も使わないっていうのをしましたよね。肩だけ下げる。その感覚で、まずこの畳の縁越えるところに右足を置いてみてください。はい。で、足を肩幅とかに広げてしまうと、僕らの場合は軸が2本できてしまうので、かかととかかとが触れて60度、はい、そこからまっすぐ前に足を出した状態作ります。はい。で、中入らずに正面やや外向くぐらいですね。はい、それで大丈夫です。で、
まず刀立てる、はい、で肩を落としながら肩の荷で自分の頭を切っていくように振りかぶる。でここで大事なのがこの二等辺三角形をキープすることで、今回は体験なので、はい、僕がちょっと、導きます。両方の肩の力抜いてください。スー、はい、構えはこれで OK です。はい、本当に肩の力抜いただけ、はい、でこれを斜めに切ろうとしないでください。塚頭は正面、この肘はちょっと立つ感じで、斜めではなくこの壁、壁を刀でなぞるような感じで力抜いて両肩ストンと落としてください。まっすぐなイメージ。はい、どうぞ。はい、切れました。はい、力全くいらないでしょ。何にもしてないです。はい、はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、切れました。今回初めて刀振って、今みたいなゆっくりした振りで切れるってすごいやっぱり峠先生才能あるんですよ。本当になんかゆっくり振っただけです。で低くなってくると紙切りと一緒、自分が体を低くする。で今普通に振ってここ来ましたから、今よりも10センチ体を落としてください。もう足広げていきながらこう体を落とす。はい、もう少し落としてみましょうか。はい、で同じように振りかぶってください。はい、でこの二等辺三角形の時に肩幅から肘が出ない。この角度です。今ちょっと手首ひねっちゃってますけど、で低くなってくると台切ったらダメと思って力を向こうに逃がす方多いんです。でそれで失敗する方が刀曲がりますので、これ切ってもらってもいいので、とにかくまっすぐに両肩をストンと落としてください。はい、どうぞ。はい、お上手です。じゃあ次ここさらに10センチ体を落として、おお、うまい。もう一たちいけますね。はい、さらに体を10センチ落として、低くなっても切り方全く一緒です。台を切るつもりでまっすぐに肩を落としてください。はい、いけてます。綺麗です。切れてます。はい、ちょっと次レベル上げて芯に刺さってないやつを切ります。正しく刀が触れてたら切れますので、はい、そのまま肩だけストン。お、切れました。はい。お、切れました。お、切れました。はい。っていうような感じで刀っていうのは力は使わないよという。はい。本当に力使わないですね。はい。これがどうしても力に頼る方は腰を回してしまったりとか、手で振ると必ず横の力が出るので振り込んで刀曲げてしまうとか、刃こぼれさせてしまう原因になります。もう本当なんかここから本当にポンとする。はい。この感覚を覚えて帰っていただいたら、はい、非常に上手に切られました。ありがとうございます。生まれて初めて日本刀真剣を持ったちょっとまだドキドキしてるんですけどもう本当に刀が勝手に切ってくれますので、そうですね、なんかそういう表現されると本当そんな感じです。で途中ちょっとしくじったみたいに見えたのを、これちょっと巻き方が悪くてはい、先生が悪いわけじゃないんですよ。うちの息子が横着してまたこれを中に巻いて巻かないといけないのが外に向いちゃってるんでつながっちゃっただけで、なんか固定してないやつが切れるなんて思ってもいなかったちょっと嬉しかったですありがとうございます。お上手でした。ありがとうございます。はい、
ちなみに、先生の見本を見せていただいて。はい、じゃあちょっともう一度走りたいですか。はい、話します。正直今これ、今回も初めてその本物の日本刀を持って切らせていただいて思ったんですけど、これ納刀した状態で片手でピュッて抜いて要は物切ってたわけじゃないですか。想像できないですよこれを片手で使ってこんなものに当てるっていうのはちょっと想像できますそうです。はい、なんかあれなんですよね、僕本当真剣を持つのも初めてですね、真剣でその物を切るのを見るのも今日が初めてなんで、その外から生で見てみたいっていう欲求がちょっとあれですね、すみません、ご無理言いますし。長らく切ってないんで失敗するかもしれませんけど、僕も一観客としてこちらからちょっと視聴者と同じ目線で見させていただいて。おお。というな。おお。というなすごい。そっか倒れる前なら2回切れるんですね今のも手は一切使ってないです。あ、そうなんですか。ここで刀を振ってます。ありがとうございます。せっかく長いの残ったからもう一つよかったらはい話します。まさかもう一回体験させていただけることになります。同じできるだけのもの。その斜めのせなんです。はい。横に振らない。敵は前ですから。はい。はい。じゃあさっきと同じ位置に立っていただいて、はい。とにかく振り下ろしよりも振りかぶりが大事ですので、振りかぶりをいかに丁寧に正しい形に持っていくか。はい。半抜き少しだけ斜め。そうそうそう。でもう少し刀外に広げて疲らしてから、はい、そのまま肩だけストンです、はい、今だいぶ上の方に来たんで、はい、ここ狙って体を落としてはい、そのまま両肩ストン。おお、いい感じです。おお、はい、切れました。おお、綺麗に切れた。はい、いい感じです。ありがとうございます。はい。これは日頃切って見せてる僕が言うよりも。初めて刀で切った纐纈先生のお口から、はい、刀って力使わずに切れるんだよっていうのを語っていただいた方が視聴者の方もよくわかるんです。いやでも本当あれですね、資産体験でそれこそ僕本当に今日日本刀ってものは初めて持ったんですけど、そんな僕でも切れる方法を教えていただけたのでで全く腕僕振ってなくて、今本当に言われたように力抜いて重さでストンっていう感じで切れたので、いやなんかすごい貴重な体験をたくさんさせていただいてありがとうございます。もうなんか途中から完全に僕が楽しんでて撮影がほぼどうでもよくなっちゃってる状態で今そういえば撮影だったぐらいの感じだったんですけど、いやもうなんかすごいなんか貴重な体験させていただいてちょっと楽しかったです。ありがとうございます。じゃあ失礼いたします。お願いします。
これやってない方と比べてみましょうか。大きさが違うすごい違うそうもうこれだけでパンチ力実は全然変わるんですよね。あるぐらいのタイミング。すいませんフェードアウトした感覚が違う。頭の中が後ろに飛ばしてるから。そういやおっしゃるなり全然違うっすね。全然違うです。なんか本当イメージ変えただけなのに、全然なんで今やんだろうな。今日も最後は YouTube を見ていただきありがとうございます。そういえば僕も松井先生のチャンネルの方で少し出させていただく感じになると思いますので、ぜひそちらで終身八重流標本チャンネルの方もぜひちょっとご覧ください。でですね、今回ちょっと貴重な体験をさせていただきまして、ちょっと真剣で、畳表を切らせていただいたんですけども、ここのあれですね、大阪の、日本橋にあるここの東進、八重道場の東進の方でも体験させていただけるということで、最初もお話聞いてたんですけども、それ詳しい場所とか営業日とかもよかったらちょっと多分来たい人も絶対いると思うんで、ちょっと詳細を、テロップを入れようと思うんで。ありがとうございます。最寄り駅は、南海難波駅、それから御堂筋線大阪の地下鉄の難波駅が最寄り駅になります。建物の3階にあるのでちょっと探すのに苦労されるかも分かりませんけども、ホームページありますのでそちらで、住所とか見ていただいて、もうお気軽に刀とか居合のことで悩んでいらっしゃるようであれば、ご相談兼ねて遊びに来てください。で自分が今居合に使っている刀がその居合の稽古にも適しているのかどうかっていうのもアドバイスもさせてもらってますので、本当お気軽に。ただ完全予約制ですので、あらかじめ、メールかお電話で、ご予約いただいた上でお越しいただければと思います。お待ちしてます。ぜひ動画概要欄にちょっと詳細貼っておくんで、そちらちょっと確認してみてください。日頃僕のチャンネルを見れば 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に更新していきますので、動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して、これからの空手家高血の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。ありがとうございました。今回オンライン教室でお届けするのは、高血が明かしたくなかったフルコン必勝技術です。この技術がなかったら僕が世界大会を連覇することはなかったと言ってもいい技術の一つで、蹴りを使えない人でも蹴りよりも遠い間合いで相手をコントロールできるようになる技術なので、蹴りが苦手な人やステップ技術が使えない人でも遠い間合いで戦えるようになるので、ぜひ参考にしていただければと思います。